こんにちは、斉藤直樹です。今日はですね、成長を超実感できる練習法についてお伝えしていきます。絵にとってね、途中で、自分ってすごく成長できてるなって自分で実感することってすごく大事です。関連する質問が来ております。10代 N さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。早速ですが、質問させていただきます。私が質問したいのは、成長を感じやすくする練習法は何かです。私は飽き性で趣味が見つかってもすぐにやめてしまいます。ですがこんな私でも小さい頃から飽きずに続けてこれたのが絵を描くことでした。小さい頃からずっとだんだん上手くなってずっと成長を感じてきました。ですが最近は成長が1年以上止まってしまっているように感じます。この1年は本を買ったりアナログに挑戦してみたり苦手な色塗りを練習したりして成長のために色々してきました。楽しんで描けていたし自分にとっても苦しいことはしていませんでした。なのに成長が止まっている気がします。成長が目に見える練習法を教えてほしいです。っていうことなんですね。はい。なるほど。よくわかりました。1年以上色々と試してみたんだけど、いまいち自分の成長が実感できない。こういうことはですね、よくあることだと思います。まずですね、上達を感じられるか感じられないかの違い。これをもう一言でね、言っちゃいます。それは成長を集中させるか、それとも分散させるか。この違いなんです。成長をね、集中して、一つの能力を短期間でババーンと伸ばすことができれば、それはね、成長を自分で見ても、実感することができるんですが、たくさん練習してもね、やることが色々とね、分散してしまって、一つの能力としては、あんまり伸ばすことができなければ、それは成長を自分でも実感できないということになってしまいます。おそらく N さんの質問を見る限り、N さんは今まで分散型で練習してきたんだと思います。その結果、確実に上達はしてるんだけど、一つ一つの能力はドドーンとアップしたわけじゃないので、自分の中ではなかなか成長を実感できていないという感じになっていると思います。集中して練習する集中型にもメリットデメリットありますし、分散して練習する分散型にもこれはね、メリットデメリット当然あります。ただ今回はですね、N さんがこれまでやってこなかった集中して1個の能力を向上させる集中型についてお伝えしようと思います。ただね、集中して練習することにはデメリットもあるって言いましたよね。そのデメリットっていうのは先に言っちゃうとですね、これは一つのことに集中する分、ちょっとね、人によっては苦しいことです。N さんは今まで苦しいことは今まで全然してこなかったって言いましたよね。それは分散型で練習することのメリットでもあって、やることを広く分散することによって、そして時間も分散することによって苦しくなく、そして楽しく向上していけるんですが、その分ですね、広く薄く伸びていくので、上達はね、感じにくいんですね。集中型はその逆で、一つのこと、一つの能力に集中するので、成長はね、めちゃくちゃ実感しやすいんですが、その分やってる時はね、私なんでこんなに書けないんだろう。みんなこんなこと簡単にできているように見えるのにってね、ちょっとした辛さを味わうことになると思います。そこだけは覚悟して、この動画を見てくださいね。それでは早速、行ってみましょう。あれなんだろう、宅急便かな。ちょっとごめんなさいね。ちょっと出てきます。すいません皆さん。今ちょっとですね、こんなものが届きまして、これなんだろう。中に何やらカラフルなものが入っている感じなんですが、ちょっと開けてみますね。これは、僕がデザインしたスピリテールの初音ミクのフィギュアだ。すごい。めちゃくちゃディティールしっかりしてる。はい、ということで、初音ミク×斉藤直樹、初音ミクのフィギュア作ってみた。お絵描きバージョン7分の1スケールフィギュア、ついに完成しました。いやー、この動画を出したのが2022年だったので、そこからね、4年間経っちゃいました。どうしてもね、凝った作りのフィギュアなので、価格が上がりすぎないように、各パーツのサイズをイラストから離れすぎないように調整するなど、ブラッシュアップにね、時間がかかってしまったっていうことが原因のようなんですが、いやー、それにしてもね、長かったですよね。待っていてくださった皆さん、長らーくお待たせしてしまってすいません。発売前ですが、細部お披露目しちゃいますね。うわー、いいサイズですね。めちゃくちゃパーツがたくさんくっついていて、すごく凝った作りになっています。細部、よく見せますね。顔がいいからの全体ドーン。
うわー、カラフルなお花も一個一個ちゃんと再現してくれてますね。いや、ここめちゃくちゃこだわったので嬉しいですね。ほらほら、めっちゃいい感じでしょ？今回お借りしているのが、デコマスといって量産される製品のお手本となる色彩原型となります。はい、回転してみます。消しゴムやバケツを持った猫ちゃんもめっちゃ可愛い。ツールバー風の天使の輪もかなりね、かっこよく再現されています。いや、これめっちゃかっこいいな。はい、書いている時にね、ペン立てにもなるみたいな想定でデザインしていたんですが、はい、試しにやってみましょう。はい、どうだ？おー！タブレットのペン、持ち替えさせることもできました。実際の製品はね、このペンに光るギミックも搭載されるということです。いやー、楽しみですね。ってことでね、初音ミク×斉藤直樹、初音ミクのフィギュア作ってみた。お絵描きバージョン7分の1スケールフィギュア、ついに発売されます。原型紙を三島さん、彩色を Z4 さんに制作していただいております。本当にね、素晴らしい出来で、大満足です。価格は税込みで38,500円。受注期間は2026年2月6日金曜日11時から2026年3月23日月曜日23時59分までとなっております。完全受注生産なのでね、欲しい方は予約忘れないようにしてくださいね。実際のお届け時期は2026年の10月を予定しています。もうこのフィギュアはね、僕がとにかく絶対に部屋に飾っておきたいをテーマに制作させていただきました。はい、そして実際にそうなりました。いやもう可愛すぎでしょこれ。やば。概要欄に URL を載せておきましたので、予約はそこからお願いします。ぜひぜひ。はい。ということで失礼しました。いや、ミクちゃん楽しみです。本題戻ります。今日紹介するのはもう3日で上達したい。もうすぐにでも良くなっている感覚を味わってみたい。という時におすすめな練習法です。さっきも言ったように、徐々に無理せずに向上していきたいっていう人におすすめな練習法ではないので、無理せずにやっていきたい人はこの方法を取らないでください。ただ、今まで無理せずにね、徐々に分散型でやってきたんだけど今回はね、成長を実感してみたいから、試しにやってみようかなというチャレンジはすごくいいと思います。具体的にやり方解説しますね。3日間で集中して絵の上達を実感したい場合、それはね、もう単純に3日間で15時間を絵に当ててみてください。もう本当に単純にね、これは時間の集中です。これまでおそらく N さんは苦しいことは一切してこなかったって言ってるので、多分こういう時間的な集中のさせ方もしてこなかったと思います。プロにとってはね、もう1日5時間絵を描くって当たり前のことすぎるので、別に辛くもなんともないんですけど、おそらくね、絵を描き慣れない人にとっては、これはね、相当な苦行ではあるはずなんですよね。3日間で15時間。つまり、1日5時間を3日連続でやってみてください。3日間連続じゃなきゃダメですか？例えば、1日目を土曜日にやったら、次の週の土曜日に2回目やっちゃダメですか？っていう人がいそうですが、はい。この練習法に限ってはね、ダメです。できれば3日間連続。時間が空いたとしても、1日2日空けるに留めてください。この練習法の場合には、とにかく集中。時間をギュッと凝縮させることによって効果を上げる練習法なんです。ただね、これやったことがない人にとっては、これだけでかなり成長を実感できる方法だと思います。ただひたすら5時間絵を描けって言われても、ちょっとね困ると思うので、やり方を具体的に示します。これ見ている皆さんもね、ちょっとやってみたいって思ったら、ぜひね、チャレンジしてみてください。1日目、5時間で5枚のラフを描いてみよう。1日目。この日は一つのテーマに沿ってひたすらラフを描きましょう。テーマって言ってもね、別に難しいテーマじゃなくていいです。例えばそうですね、テーマを手を前にかざしている女の子としましょうか。そしたら1日目は、ただひたすらね、手を前にかざしている女の子のラフスケッチを描いていってください。5時間あるので、少なくともね、5案は描いてくださいね。それと、使用する画材についてなんですが、1日目はアナログで、鉛筆と消しゴムを使ってラフを描くとかでも全然大丈夫なんですが、基本的にはデジタルです。スマホの小さい画面とかでない限りは、すべてね、デジタルで描くことをお勧めします。というのは今回は、画力の向上に焦点を当てています。N さんがやっていたアナログの色塗りの練習は、道具のね、使い方は学べるんですが、根本的な画力の向上にはちょっとね、非効率的なんです。なぜかというと、画力の向上って、基本的にはね、もうちょっとこうしたいなっていうところを修正していくことで得られる能力なんですが、アナログの画材ってね、どうしても修
修正はしにくい画材なので、修正するだけでね、時間がそこに取られますし、そもそも間違ったらちょっと消しにくいので、ちょっとね、そこに時間を取られたくないんですよね。なので、画力の向上が目的のこの練習法は、圧倒的にね、デジタルの方がおすすめです。さあ、僕もね、5パターン出してみました。どのぐらい書き込むかはね、それぞれの人の実力によって差があっても大丈夫ですが、多分ね、今僕が書いたようなラフを5パターン書くだけでも、これまで集中型で絵を描いたことがない人からしたら、これね、相当苦しいと思います。ただね、その分めちゃくちゃ成長を実感できると思います。今まで集中型で絵に取り組んだことがない人はですね、これだけでもかなり自分の能力を限界まで引き出すことができると思います。めちゃくちゃ頭疲れたんだけど、こんなにたくさんパターン自分出せたんだってね、1日目だけでもかなり能力の向上を感じられたかもしれません。はい。おめでとうございます。ただね、まだです。まだあなたを逃がしませんよ。2日目、5時間で3枚色を塗ってみよう。はい。2日目は色塗りの練習です。次は昨日描いた絵の中から3枚選んで、そこまで丁寧じゃなくてもいいので、3枚とも雰囲気を変えた色塗りをしてみてください。はい。ポイントなのは、このね、3枚とも雰囲気を変えた色塗りをするっていうところにあります。全部ね、同じ雰囲気の色にするんじゃないですよ。必ず3枚とも違う雰囲気の色にしてください。1枚目は元気な雰囲気。2枚目はちょっと怖い雰囲気。3枚目は可愛い雰囲気。などなど、すべてね、雰囲気が変わるように模索してみてください。1枚塗ったら、そのまま色をスポイトして3枚全部にそれを塗るんじゃないですよ。ちゃんと1枚ごとに雰囲気を変えること。これを強く思い描きながら、色をね、それぞれに塗ってください。僕が塗ってみたのはこんな感じ。なぜ雰囲気を変えるのが大事かっていうと、1枚ごとに絶対に雰囲気を変える。これを意識すると、今塗った色が自分が目指す雰囲気に合ってるのかどうかについて、しっかりとその都度その都度判断をしなければいけなくなります。そうです。今回の練習のテーマである集中。色にね、集中せざるを得なくなるんです。ただの作業として色塗りをするのではなく、果たして今塗っている色は元気な雰囲気を作れているんだろうか、どうだろうってね、1秒1秒判断を迫られることになるんです。一度塗った色もね、これはこの色でいいのかな、どうかなって自問自答を短期間にね、繰り返すことになります。例えばもしね、塗っている途中で、この色じゃなくて、もうちょっと暗い色の方がいいかも。逆に明るい方がいいかも。って思ったら、即座にその色を修正して、自分の思い描く雰囲気に直してください。キャラに塗った影がね、ちょっとでも薄かったな、濃かったなって思ったら、それも即座に修正しましょう。色を塗るだけだったら、この練習は正直5時間もかかりません。それはね、ただの作業です。そうじゃなくて、自分が思い描く通りの雰囲気にしっかりと色を寄せていくこと。ただただね、色を塗るのではなく、この点にね、しっかりと集中をしてください。2日目は、ただひたすら色です。色のね、修正の練習と言ってもいいかもしれません。一度色を塗って、この色をもっとどうしたら画面全体の色が良くなっていくのか、どんどんと修正を重ねていってみてください。3枚色を塗ると言いましたが、もうなんならね、パターンを何パターンも出しても大丈夫です。色のことだけに集中して、自分の目指す雰囲気を色に落とし込む練習をしてみましょう。3日目、5時間で1枚仕上げてみよう。さあ、3日目。今日は勝負の日です。あなたにこの2日間の成長を実感してもらいます。1日目でラフ、2日目で色を合計10時間かけて練習しましたよね。じゃあその中から気に入ったものをね、1枚選んでください。そしたらですね、その絵を今日中に5時間かけて清書してください。5時間で最初から全部書き上げんの？無理って思うかもしれませんが、大丈夫。あなたならできます。だって1日目にラフの練習、2日目に色塗りの練習を10時間やったわけです。で、その中で詳細なラフ、設計図は完璧にできてますから、それをね、もう一度再現するだけです。自分を信じてチャレンジしましょう。そして3日目は、できればね、これは時間を計った方がいいです。ストップウォッチのアプリなどを使って、5時間のカウントダウンを自分がずっと見れるようにね、どこかに表示しておきましょう。さあ、これでもう逃げられませんよ。集中するしかありません。もう詳細なラフはできていますが、できれば3日目は、それをね、参考にはしつつも、線を透かしてトレースするなどしないで、また一からね、書いてみてください。また一から改めて書くことによって、線が一本一本洗練されていって、書いている自分的にも、かなりね、絵が描きやすくなっていることを実感できると思います。で、もしね、途中で、もうちょっとこうしたいな、っていう気持ちが出てきたら、素直にね、その欲求に従ってください。ポーズや構図など、ちょっとね、変えてみても全然 OK です。むしろ、ここを変え
えたい。ここをもうちょっとこうしたら、と思い浮かぶっていうことは、それだけね、絵の良し悪しについて集中できているっていうことですし、それを判断できる目が育ってきているっていうことです。積極的に変更を加えていきましょう。5時間で描きましょうって言葉だけ聞いたら、もしかしたらね、人によってはめちゃくちゃ長い時間のように感じるかもしれませんが、実際ね、一つの作品を一から描き上げる時間にしてみれば、5時間ってね、めちゃくちゃ短い時間です。ちょっとでもね、集中力を切らしてしまうと、絶対にね、1枚の作品を完成させることはできません。それゆえに、このチャレンジをしている時に、何よりもあなたが驚くだろうことは、もう5時間経ったの？めちゃくちゃ5時間って短くね？っていう時間感覚の違い。そして何よりも5時間、こんなに集中できている自分に対しての驚きだと思います。その圧倒的濃密な5時間を過ごした後、あなたは3日前とは比べ物にならないくらい、絵作りにおいて上達を感じられているはずです。さあ、チャレンジしてみましょう。必要なのは、今までの枠組みを飛び越えて、新たな自分を発見する少しの勇気、そしてそれに必要な3日間です。ピピータイムアップ !3 日間上達実感練習法終了です。いかがだったでしょうか？絵の上達にはね、ゆっくり幅広く成長していく分散型の練習法。そして今日紹介したように、時間とテーマを集中して能力を向上させる集中型の練習法があります。改めて言いますが、分散型、集中型、どちらにもメリットがありますし、どちらにもデメリットもあります。分散型のメリットは、自分のペースで幅広く学んでいけるので、苦しいことを排除して、全体的に画力を向上させていくことができます。ですがその分、自分の能力が伸びているかどうかの実感を短期間で得ることは難しいというデメリットもあります。対して集中型のメリットは、今回のやり方をね、実際にやってみると実感できると思いますが、圧倒的短期間にぐわーっとね、一つの能力を高めることはできます。ただその分、やっている時はね、ちょっと苦しみを伴いますし、一箇所にテーマを集中しすぎると、幅広い知識や幅広い技術というのはその分得ることはできません。N さんは今まで分散型で能力をゆっくりね、伸ばしていたと思うので、その期間が全く無駄だったかっていうと、そんなことはもう全然なくて、ゆっくりね、時間をかけて幅広い知識を取り込んでいたということだと思います。ですがたまにはね、こういう集中型の練習も合間に取り入れていくことによって、その時には短期間で能力を向上させることができるので、これもね、モチベーションの維持にすごく役に立つと思います。ぜひね、バランスよく分散型、集中型、それぞれの練習法を取り入れてみてください。間違いなく画力の向上に役立てていただけると思います。頑張って応援しています。